んにちは、こんばんは。ニトロ Vlog のリリですよ。もう梅雨ですね。ジメジメ嫌ですね。さて、今日の動画なんだけど、最近次々に新製品をリリースしているアンバーニックさんの新製品 RG キューブのレビューになります。スクエアなスクリーンを搭載した少しニッチなゲーム機、可愛いデザインに質感の良さなど、私はかなり気に入りました。そんなわけで早速紹介しますね。今回もパッケージはアンバーニックおなじみの白箱。本体カラーはファミコンっぽい色合いのグレーカラーを選びました。クラシックな見た目で可愛いよね。付属品はいつもの定番セットで、ガラス保護フィルムに USB ケーブル、あとは英語と中国語で記載されたマニュアルです。中身を並べるとこんな感じ。見慣れた感じで、まあ細かい解説はいらないね。まずはスペックの紹介です。OS には Android 13を搭載。エミュレーターはもちろんだけど、Android のゲームアプリもインストールが可能になっています。SoC はユニソック T820。メモリーは 8GB、内蔵ストレージは 128GB で、SD カードで拡張が可能です。ハンツベンチマークの総合スコアは約42万点。ギークベンチマークのマルチコアは2400ぐらい、ミドルスペックって感じです。まあ、この辺りの仕様は以前レビューした RG556 と全く同じで、性能的にも同一って感じですね。それで、このモデル最大の特徴がスクリーンで、IPS3.95 インチで解像度 720×720、真四角な液晶を採用していて、見た目も印象的に感じます。内蔵スピーカーはステレオで、バッテリーは最大7時間の駆動が可能な 5200mAh を搭載。外部モニター出力、バイブレーション機能、あと無線接続は Wi-Fi 5、Bluetooth 5に対応です。高性能とは言えないけど、中華ゲーム機の中では高めの性能になるモデルです。本体のカラーバリエーションはベージュ、ホワイト、パープル、グレー、ブラックの4色。懐かしさを感じるファミコンやスーファミのようなカラーに、ポップなイメージのパープルは特に人気みたいです。RG キューブの価格ですが、アンバーニック公式ショップで 25,499 円で販売されています。送料を含めるとだいたい3万円ぐらいなので、少し割高に感じちゃうかもしれないけど、今の円安な状況だと仕方ないかなと思います。心理的に2万円以下だと手が出しやすいんだけどね。それでは本体のデザインを確認しましょう。公式寸法は幅が 153mm、高さ 86mm、厚み 18mm で、重量は 260g です。最近のゲームガジェットとしては小さめだけど、厚みはかなり目立つかな。重さはスマホぐらいだし、携帯性はまあまあ良い方じゃない。本体はプラスチックで、全体に細かい脂肪加工、触り心地は滑らかで気持ちよいかも。操作ボタン部の造形など凹凸のある成形がされていたり、安っぽさはないので質感はとても良いなって気がします。フェース部は左側のアナログスティックが下で、十字キーが上のレイアウト。右下はスタート、セレクトボタン。左下にはホームボタンに
内蔵するフロントエンドランチャーを起動するファンクションキーが配置されます。ベーシックな配置で操作性の良いレイアウトだよね。ABXY ボタンは他のアンバーニック製品と同様にトップに ABXY が印刷された小型なボタンです。十字キーは丸型ボタンで以前レビューした RG アークと同一かな。十字キーも ABXY ボタンも剛性感はあるけど押し心地は少し硬いです。アンバーニックは全体的に硬めだけどこのモデルは特に硬さを感じます。背面はこんな感じ。4本のネジで固定されていて中央に吸気口を内部にファンを搭載しています。グリップ部の左右内側に滑り止めの加工がされているけどラバー材質ではないので効果はあるけどそれなりって感じかな。本体上部中央は排気口、右から USB-C ポート、中央にマイクロ SD カードスロット、オーディオジャックです。ショルダーボタンは4ボタンの縦配列。相変わらず LB、RB ボタンは押すとカチカチと耳障りの音が出るんだけど操作性やトリガーの位置は良いですね。これも押し心地は幾分固めかな。本体下部には左右にスピーカーの穴があるだけすっきりしています。指の干渉は起きないので悪くはないと思う。本体の左側にスイッチはなし、右側にはボリュームボタンと電源スイッチです。スイッチは本体に埋め込まれた形状なので見た目は良いし誤操作も起きづらいけどスイッチが小さいので少し押しづらさがあるかも。電源スイッチはよく使うので使いづらさを感じるかな。でも見た目が良いので悪くはないと思うけどね。個人的に RG キューブの完成度はアンバーニック製品の中で一番と言っても良いと感じます。いかにもゲーム機って感じの見た目、可愛らしいデザインがワクワクするし細部のこだわりを感じるディテール、仕上がり感が高いですね。さて RG キューブの操作性についてだけどまずホールド感はとても良いです。グリップ部があるので小型の割にしっかり握れますね。各ボタンの操作性だけどまず十字キー、ABXY ボタン、ショルダーボタンなど全体的に固め。ゲーム操作に関してはホールド感が高いし良好です。ただ ABXY ボタンは本体に比べると少し小さいのでもう少し大きいとさらに良くなるんじゃないかなって感じはします。ホールセンサーを搭載したジョイスティックの操作性も良いですね。リング LED は好き嫌いがありそうだけど本体のデザインと相性が良いと個人的に思います。ショルダーボタンは縦配列で本体をグリップすれば自然に指が添えられるので良いですね。機敏な操作が必要なアクションゲームや格闘ゲームなど携帯ゲーム機としてはかなり快適に仕上がっています。気になるのは硬めの押し心地とやっぱりカチカチ音かな。その代わり剛性感が高くてしっかりしています。本体を振ってもカチャカチャ音がしないのはジープ感がなくて良い点です。スクリーンは IPS3.5 インチで解像度は 720×720。アスペクト比1対1のスクエア液晶という特殊な仕様になっています。自然な発色で視野角も良好で美しい表示。特に最大輝度は明るく良い感じ。これなら日差しの下でも視認ができそうですよ。気になるのはフルラミネーションの浮き出るような感じではなくて画面が少し奥まって表示されていることかな。タッチパネルなので仕方がないんだろうけど
他モデルに比べ少し奥行きを感じます。スクエア液晶なのでアプリケーションの実行時は上下に余白ができたりといろいろ不都合なことが起きます。Android アプリの原神だと左右の視界が狭くなっていまいちな感じだし、アプリによってはまともに表示ができないかもね。ゲームボーイはアスペクト比が10対9なのでかなり良い表示です。だけど PSP はオリジナルのアスペクト比にすると上下に余白ができるし、フルスクリーンだと縦に伸びすぎて残念な感じになっちゃう。 DS や 3DS の場合は縦に画面を並べてゲームできるのが良いですが、表示はかなり小さくなっちゃいますね。コンソールごとに表示を自分好みにカスタマイズするのは楽しいですが、ゲームがしたいだけであれば設定が煩わしいかな。魅力的なモデルだけどカスタマイズが前提となるマニアックなモデルなので、その点は押さえておいた方が良さそうです。内蔵スピーカーについては十分に大きな音量に調整ができるし、ステレオなので臨場感があるのは良いけど音質はいまいちかな。低音がスカスカ、広域はキンキンしてこもった音質です。Android なのでもう少しクリアだったら良かったですね。イヤホン使用を推奨って感じです。まあゲームならさほど気にならないけどね。さて RG キューブの特徴、ジョイスティックの周囲が光るリング LED ですか。バッテリー消費が増えるだけで見た目だけの機能です。ただこのモデルには合っているなと思います。 RG556 は白に光るだけでいまいち面白さに欠けたけど、 RG キューブはマルチカラー設定が可能になったし、点灯パターンもいろいろ選べますよ。見た目も良くなるので気に入りました。内蔵ファンのコントロールやタッチスクリーンをボタンに設定するキーマッピングも従来の Android 機種と同様に設定が可能です。ただもともと分かりづらいし画面が小さいから設定しづらいかな。あと標準のフロントエンドランチャーはファンクションキーを押せば起動してシンプルで使いやすいです。だけど見た目を変えるテーマは4種類だけになったし、設定項目が少ないからちょっと物足りないね。他のフロントエンドアプリを使う方が楽しいかもです。はい、そんな感じでアンバーニック RG キューブをレビューしましたが、みんなはこのモデル好きですか？スクリーンが滲んで不良品だって話題になっていましたが、現在販売されている RG キューブは改善されているみたいなので安心してね。実はこの動画も一部を除いて不良品で撮影してるんだけどね、その点はご了承くださいね。とにかく RG キューブは液晶の仕様が特殊なのでメイン機種としてはどうかなと思うけど、マルチエミュレーターとしていろいろいじって遊びたいなら楽しいモデルになりそうです。デザインも可愛いしハードの仕上がりも良いから個人的には気に入ったしおすすめできます。概要欄に公式のショップリンクが貼ってあるから気になった人はチェックして確認してください。そんなわけで今回の動画はおしまいです。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとう。また次回の動画で会いましょう。それじゃあまたね。バイバイ。